やっほー、皆さんこんにちは、くみです。今回の動画も見に来てくれてありがとうございます。今回は日本人がテキストメッセージをするときに気をつけていることについてお話ししていきたいと思います。突然ですけど、皆さん日本人の友達からこんな LINE が来たらどう思いますか？はい。これはもしかしたら日本人ネイティブじゃない人たちからしたら至って普通に見えるのかもしれないんですけど、日本人のネイティブからしたらこの LINE ってめちゃめちゃ冷たいなって思ってしまいます。私だったらもしかしたらこの人私に対して怒ってるのかなとか思っちゃうな。日本ではメッセージをするときにその送る言葉の内容だけじゃなくてどんな雰囲気でそれを送るかっていうのをめちゃめちゃ大切にしているんですね。なので今回の動画では私が実際に LINE をするときとかテキストメッセージするときに気をつけていることを皆さんにシェアすることで、みんなが日本人とコミュニケーションを取るときに失敗してほしくないなと思ったのでこの動画を撮ることにしました。今回の動画も最後まで楽しんでみてくれると嬉しいです。そしてチャンネル登録も忘れずにお願いします。はい、早速本題に入っていくんですけど、多分皆さんも日本人とハロートークとかそういうねアプリ使ったりとかインスタグラムとか何でもいいですけど、日本人とテキストのメッセージをしている人って多いと思うんですよ。で、みんな多分日本のテキストメッセージの文化と自分の国の文化全然違うなって思ったりとか、日本人の LINE ってめっちゃ絵文字多いなって思ったりとか、日本人ってなんでこんなにびっくりマークみたいなたくさんつけるんだろうって思ったりとか、いろいろね気づいたことあると思うんですよ。本当にその通りで、日本人は LINE とかテキストのメッセージでびっくりマークとか顔文字、絵文字みたいなのを大量に使います。で、私も多分みんなに YouTube のコメントとか返すときにもしかしたらみんな思ったかもしれないんですけど、よく使う絵文字とかあって、で今日はねちょっとそういうのについてお話ししていきたいんですけど、まずなんで日本人がこういう風にたくさんの絵文字を使うかについてお話ししますね。日本人の中でこの絵文字ってただの可愛さをプラスするというよりかは感情を表す役割を果たしているんですね。例えばありがとうって来るのと、ありがとうニコって来るのと、ありがとうって来るのと、全部シチュエーションとしては違う時に使ってますね。全部意味が違うんだよね。ここでありがとうの意味がみんなからしたらもしかしたら全く全部一緒に見えるのかもしれないですけど、日本人としては結構その時の感情によってつける顔文字とかを変えていて、で、このシンプルにニコって顔文字がついてる時は本当にありがとうって感謝を表してるんですけど、これね合唱みたいなポーズあるじゃん。これは日本では結構もう本当にマジありがとうみたいな、マジでありがとう感謝みたいな感じの意味になったりします。こういうのをつけることでさらにありがとうっていう感情を絵文字をつけることで載せてるっていう感じかな。ありがとうだけで来るとめっちゃシンプルだしちょっと怖い感じだし、本当にこの人はありがとうって思ってるのかなって思っちゃうよね。で、他によく使うのがびっくりマークですね。びっくりマークもめっちゃ使うんですけど、私も超使っちゃうんですけど、このびっくりマークは全然特に意味はなくて、ただありがとうって送るよりもありがとうって送る方がもっと柔らかく明るくっていう感じに伝わるんですね。他の例でも分かったっていうよりも分かったっていう方が、びっくりマークっていう方がなんかもっと明るい感じです。わかりますか？面白いポイントは丸をあんまり使わないんですね。そう最初の例でも見せたんですけど、この丸っていうのがつくことですごく違和感を感じるというか、なんか冷たい、怒られてるのかなっていう気持ちになりますそうなんか文章を書くときとか手書きで文章を書くときはもちろん丸を使うんだけど、テキストになると丸ってつけると文法的には正しいんですけど、もちろんだけどなんかカジュアルな LINE の中で丸っていうのがついて帰ってくるとちょっと距離を感じるかな、その人と。
すごい冷たく感じちゃいます。なので私も友達とか家族とかと LINE するときに丸ってつけることは一切ないです。で、その代わりに私も文章の最後にはびっくりマークっていうのをつけたりとか、何か顔文字をつけたりとかね。あと、キラキラみたいな、これらのような絵文字を使うことが多いです。はい。だから、例えば LINE の中で、わかった、丸って来たときと、わかった、にっこりって来た時と、わかった、びっくりマークって来た時は、全然違います。一つ一つ解説すると、わかった、丸の時は、この丸っていうのがあるだけですごく怒られてる、ちょっと距離がある。というか、本心では嫌だけど、わかったって無理やり言ってるみたいな感じに見えるかな。わかった、にっこりだったら、本当にわかったよっていう感じだし、わかった。びっくりマークが一番何の感情もなく、ただ柔らかくわかったって言ってるだけっていう感じです。はい。なんとなく伝わったでしょうか。こういう風に日本人は文章の最後に丸をつける代わりに顔文字をつけたり、びっくりマークっていうのをつけたり、キラキラみたいなのをつけることで、丸の役割を果たしてるというか、文章の終わりにそういうのをつけるって感じです。これは結構海外ではない文化なのかもしれませんね。どうでしょうか？海外ではびっくりマークってピリオドの代わりによく使ったりするんでしょうか？私のイメージ的には海外の人は日本人ほどこういう絵文字を使わないイメージがあるんですね。日本人はほぼ丸の代わりに何かをつけてるっていうイメージがあるんですけど、例外もあって、もちろんこういう高齢の方とかちょっと年代がね、年が上の方とかは丸って普通に使う人もいると思うんですけど、そうだけど若者だったりとかねはこういう丸って使う人はあんまりいないんじゃないかなって思います。次は返信のタイミングについてお話ししたいんですけど、返信のタイミングね、もうこれは本当に人それぞれ違うので、日本人は絶対に遅いですとか、日本人は絶対に早くないですとか言えないんですけど、もちろんめっちゃ返信早い人もいますけど、基本的に一般的に日本人はこの返事のタイミングって多分すごく考えていて、で、返事を早く返しすぎると、この人ちょっと暇人なのかなって思われちゃう気がします。なので私も急用の連絡でない限りはすぐに返すっていうことはしないかも。例えば本当に友達と遊びに行く時とかにレストランを決めてますとかで、早く返信してあげないと迷惑になるとか、何かについてみんなで話し合ってる時とかだったら全然すぐ返すんですけど、そういう急用じゃない時、今日何々したんだとかさ、今度何曜日遊びに行かないみたいな、そういうメッセージとかだったら、来て、例えば5分以内に返信するとかは絶対ないですね。はい。逆に返信が遅すぎるのは遅すぎるので、あれこの人私のこと好きじゃないのかなとか、なんで無視されてるのかなって思っちゃう人もいると思う。だからこのタイミング、返信するタイミングっていうのは結構大事なポイントで、私がよく気をつけているのは相手のタイミングに合わせてます。例えば相手が結構もうポン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 返してくれるんだったら私もポン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 返すし、相手がメッセージを送ってからだいたい1時間2時間後に返してくれるなっていう感じだったら私もそれぐらいに返そうかなって思ったりとか、だいたい相手のスピードに合わせてるかな、私は。もちろん上司からの連絡とかビジネス面のメールでとかだったらそんなこと言ってられないのですぐに返しますけど、本当に友達とか家族とか、特に好きな人との LINE の話で言うと私は相手のスピードに合わせてます。これは結構いいと思いますよ。もし皆さんが日本人の女の子と LINE してる、メッセージしてるっていう時にどんなタイミングで返したらいいか分かんないとか思ってるんだったら、あんまり早くリスポンスしすぎるとこっちからすると暇人なのかなとか、この人ずっと私のメッセージ待ってたのかなとか思っちゃうので、逆に
あれ、あの人全然メッセージ返してくれないなとか、あ、全然返信来ないな、私のこと興味ないのかなって思うぐらいのスピードで返した方が女の子の気を引きたいんだったらいいかもしれません。私はそう思う。私はそう思う。うん。はい。人によるんですけど。逆にね、もっともう早く返してよって思う女の子もいると思うし、なんで返信してくれないのって思う女の子もいると思うんだけど、私は個人的には、なんかそんなに LINE とかメッセージに執着したくないタイプなので、それだったら電話する方がいいなって思うタイプなので、早く返信が返ってくるとちょっと、うーってなっちゃうかもしれません。多分、うーってなります。はい。ただその遊びに行く時とかの話をしてるなら別だけどね。また全然別なんですけどね。うん。本当に早く返してきてほしい時に全然帰ってこなかったら逆にイラつくと思うんだけど、そう。だけど、全くそういう状況じゃない時に、いつも返事が早く返ってくる人っているじゃないですか、たまに。けどなんか、そういうのは全然魅力的だなとは思わないと思います。はい。次ですね。次、日本の、LINE を知ってる人は知ってると思うんですけど、結構既読とかの機能があるんですね。で、既読ってどういう意味かっていうと、漢字見たらわかるかもしれないんですけど、すでに読むって書いて、既読って読むんですけど、既読ってつまりもう読みましたよっていう時に、既読ってつくんですけど、既読無視とか未読無視っていう言葉を皆さん聞いたことがありますか？既読無視っていうのは、もう読んだのに、読んだけど返信をしないことを既読無視って言います。で、未読無視っていうのは、既読をつけないままずーっと無視することを未読無視って言います。なので、結構既読ってついてるのに無視されてるってちょっと寂しいなとか、なんでこの人読んだのに何も返信してくれないんだろうみたいな感じでショックを受ける人とかも多いと思うので、日本人はあんまり既読無視はしないかなって思います。既読無視はちょっと相手を傷つけるかなと思うので、私も誰かからメッセージが来たら既読だけで終わらせるんじゃなくて、いいねみたいな感じのスタンプを送ったりとか、OK だけで返したりとか、そういう風に何かを返すようにしてます。例えば向こうからスタンプが来て、それを既読で無視するのはいいと思うんだけど、誰かから来た文章に対して既読無視っていうのは私はしないかな。スタンプに対して既読無視はすると思う。はい。はい。こういうのもどうなんだろうね。海外ではあんまり既読無視とか考えないのかな。別に当たり前というか何も気にしないのかもしれないんですけど、日本の文化で言うと、こういう既読無視とか未読無視とかは、結構気にする問題かもね。で、友達とか人によるんですけど、LINE とかを開けると既読をつけずにたくさんのメッセージが溜まってる状態っていうのをめっちゃ未読無視してる状態って言うんだけど、ちなみに私はめっちゃ未読無視しちゃうんですね。で、LINE が来た時にすぐ返さずにちょっと放置しちゃうから、で、それで相手のメッセージをね、既読をつけずに見ることができるんですよ。ピッて長押しすることで、相手に既読ってつかないけど、私からしたら相手が何を送ってきてくれたか見ることができる機能があるんだけど、この既読つけずに見るっていう機能を使って私は LINE を確認して、だいたいこういう内容なんだなっていうのを見て、で、そのまま放置しちゃうんですよ。で、ちょっと返信返すのが遅くなったりだとか、もう返信した気になっちゃうみたいな感じかな。そう、それでめっちゃ未読無視しちゃうみたいなのは、日本人あるあるなんじゃないかなって思います。これあんま良くないよね。あんま良くないと思ってるんだけど、もちろん、状況によるんですけど、そう、ちょっとこれはまだ返さなくてもいいかなっていうシチュエーションだったら、結構未読無視しちゃって、そのままになって、っていうことあるかもしれません。はい。でも、私の知り合いでも、こういう未読の状態がどんどん溜まってメッセージがさ、360件とかってなってるのが嫌だから、LINE が来たらすぐに返信するっていう人もいます。はい。もう本当に人によって違います。この返信スピードっていうのは。
なので、みんながもしかしたら日本人とメッセージしていて、うわ、この人全然メッセージ返してくれないなとか思うことってあるかもしれないんですけど、日本にとってはもしかしたら普通かもしれませんね。どうかな。でも、気になってる人との LINE だったら、私は多分、まあシチュエーションによりますけど、3時間に1回とかは返すかも。まだ付き合う前の段階で私がちょっとあの人いいなって気になってるなって思ってる人と LINE してるっていう状況だったら、多分私は、1時間から3時間以内では返してるんじゃないかなって思います。だから、なんか、1日以上放置されるとか、2日以上放置されてるとかだったら、ちょっとそれはなんか、ただ単に、その人が未読無視してるっていうよりかは、その女の子としてはあえて、もうこの人はちょっと脈なしだなっていうので、未読無視してるのかもしれませんね。わかんないですけど。はい。ただ私的な感想としては、好きな人だったら絶対ね、1日に1通、最低でも1通は絶対返すと思うな。はい。で、その既読無視、未読無視っていう言葉もよく日本のチャットの文化では使う言葉です。あとはこの笑いっていう漢字とか、W って書いてわらって読むんだけど、こういうわらみたいな言葉を日本人はよく使うんですけど、これは海外で言う LOL みたいな感じですね。本当にわらってつけることでちょっと面白い LINE のメッセージの時になんか自分が笑ってるっていう感情を伝えたい時にわらってつけたり、W って書いてわらってしてるんですけど、日本人のネイティブとして私的には個人的にはこのわらって漢字で使う方が私は好きなんだけど、この W って使うとちょっとネット民っぽい。ネット民っぽいってわかるかな？なんかなんて言ったらいいんだろう。なんかネット民っていうのはめっちゃネットでこう書き込みしてる、なんかツイッターとかめっちゃしてる人みたいな感じかな。なんかネットよく使ってる人がわら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 って W で使ったりとか、草みたいな、こう W がさ、たくさんこうなってるとさ、草みたいじゃん。だから、草っていう人もいるんですけど、そういうのは私はちょっとネット民っぽいなと思って、オタクっぽいなって思っちゃうので、私は使わないんですけど、本当に個人的な感想なので、別に全然使ってる人を批判したいわけじゃなくて、ただ私は漢字で笑って使ってます。でもこれめっちゃ日本人使うと思うので、皆さんも覚えてたらいいかもしれません。LOL みたいな感じで使いたいときは、わらとか W っていう風に使ってみてください。はい。もちろんですけど、こういうわらとか W みたいなのは、目上の人とか上司に対しては使いません。はい。これはめちゃめちゃカジュアルなテキストになっちゃうので、絶対に使わないようにしてくださいね。結構日本人は本当に面白い時じゃなくても、ただわらってつけることでカジュアルにしてるみたいな。よく使ってる人多いんじゃないかなって思います。あとは日本人がよく LINE の返信とかで使う言葉を何個か紹介できたらいいなって思ってるんですけど、まず一つ目は OK ですね。OK。私は結構使うんですけど、OK っていう意味で OK って言ったり、OK って言ったり、そう、こういうのは日本人が分かったよって伝えたい時によく使うカジュアルな OK って感じです。なので OK って来たらどういう意味ってならないようにOK ってことです。次、り。これちょっと古いかなって思うんですけど、でも未だに使ってる人多いと思うので一応紹介するんですけど、多分みんながりって見たらどういう意味ってなっちゃうかなって思ったので紹介するんですけど、りっていうのは了解のりから来ていて、例えば明日7時集合ねっていうのに対してりみたいな感じでりだけで返す場合もあります。これは了解っていう意味です。分かったよって伝えたい時です。あとは結構何でも語尾にこれなみなみみたいなこれも結構使うかも。さっき言ってたびっくりマークとかも本当に柔らかくするためだけに使うよって言ったと思うんですけど、それと同じで
ありがとうみたいな感じで、これね、よく使うかも。なみなみって。これも本当に意味はなくて、ただ柔らかくしてるだけです。優しい感じになるよね。これついてるだけで。どう思いますか？あと、海外の絵文字と日本の絵文字、同じ絵文字でもなんか使い方が違う絵文字ってあるじゃないですか。それについてもちょっとお話ししたくて、例えばなんですけど、このハイタッチみたいなやつあるじゃん。これ、貼っとくけど。この絵文字、ハイタッチの意味で使われると聞いたんですけど、日本ではハイタッチっていうよりかはマジお願いみたいな感じだったりとか、感謝っていうのを表したりだとか、謝罪の時も使うよね。だから、すみませんでしたみたいな感じでこれ使う人もいるし、ごめんなさいみたいな、ごめんみたいな感じでこれ使うこともあるので、もしかしたら海外のみんなの使い方とはちょっと違うかも。なので覚えといたらいいと思います。あとね、このにっこりマークも、ただ本当ににっこりマーク、ニコちゃんを表してる時もあるんだけど、たまに、なんて言ったらいいんだろう、圧力みたいな意味で使うこともあります。例えばですけど、私がめちゃめちゃイライラしてる時とかに、この顔文字を使うんですね。みたいな感じで言ったり、はみたいな感じで言ったり、うざみたいな感じでこの顔文字をつけたりとかすることで、静かに怒ってるのを表してるみたいな感じ、すごい圧力を感じませんか？こういう使い方で日本人この顔文字を使うこともあると思うので、それは海外ではない使い方かなって思います。どうでしょう？日本と同じような使い方するよっていう人教えてほしいです。めちゃめちゃ圧力のある笑顔みたいな感じで、めっちゃ内心すごい怒ってますよっていうのが伝わるね、これが来たら。実際ね、私がよく使う顔文字みたいなのを貼っとこうかな。私はこういうのよく使ってます。LINE の中で。結構私、みんな気づいたかもしれないんですけど、コメントとかで。私めっちゃびっくりマークとこのキラキラよく使うかも。キラキラみたいな。特に魔法みたいな意味はなくて、ただキラキラってさせてるだけで、可愛くしてるだけです。はい。でもこんな感じで日本人は絶対に文章の最後にね、顔文字つけたりとか、びっくりマークってつけたり、なみなみってしてみたりね。文章を見た時の相手の気持ちとか、なんかどういう風に見られるかっていうのをめっちゃ気にしてると思いますね。どんな言葉を送るかとかももちろんそうなんだけど、めっちゃ怒ってる時に丸をつけると余計にこちらの怒りが伝わるなとか、そういうのを考えて使ってますね。だから、例えば別れ話するときとか、彼氏に対してめっちゃ怒ってるときとかは、あえて、いつもは丸って使わないけど、丸ってつけてみたりとか、わかった、丸ってつけてみたりとか、することで、なんか、怒りを表したりとかね、することができるんだよね。これはね、ちょっと日本人じゃない人たちからしたら、そんな意味があったんだって驚きのポイントかもしれないんですけど、皆さんどう思いましたか？逆にね、みんながなんか日本人とメッセージしてて、なんか日本人の LINE で気づいたこととか、日本人この絵文字よく使うよねっていうのがあったりとかしたら、ぜひ教えてほしいです。あとみんながよく使う絵文字とかも教えてもらえたら楽しいかなって思うので、いろんな国でね、自分の国ではこういう絵文字が流行ってますとか、もしあったらぜひぜひシェアしてくれると嬉しいです。はい。ということで、今回は日本人がテキストをするときに気をつけていることについて話してみたんですけど、どうだったでしょうか？皆さんもね、日本人とこういうテキストのメッセージでやり取りしてるよっていう人多いんじゃないかなと思うので、なんか文化の違いとかを楽しみながらね、頑張ってメッセージしてみてください。はい。もし皆さんが逆に聞きたいこと、こういう風な LINE が来たんだけどどういう意味ですかとかさ、なんか質問があったら私が答えれる分には答えようと思うので、ぜひ、YouTube のコメント欄でコメントしてみてください。はい。ということで、今回の動画も最後まで見てくれた皆さん、本当にありがとうございます。今回の動画もいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントを残してくれると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。